さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、なんともちもちクレープの作り方、こちら紹介したいと思います。最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介します。これ強力粉と卵、お砂糖、牛乳、バター、これで作っていきます。はい、じゃあクレープの生地作っていきたいと思います。まず卵をですね、割っていってください。卵をボウルに入れていきます。で、今日全卵なんですけど、もしなんか焼き色をつけたいとか、色を濃くしたいとかがあれば、1個だけ卵黄とかにしても全然大丈夫です。はい、まず入れて、しっかりほぐしてください。まあ、しっかりもう適当でいいですね。ここにお砂糖です。お砂糖は甘さのために入れてるので、きび砂糖とかに変えたりしても全然美味しいと思います。ブラウンシュガーでも大丈夫です。で、粉なんですけど、ちょっとふるいながらここに直接入れてっちゃうと思います。これ一応ふるったんですけど、まあダマがなければ、こういうダマだけちょっとないようにすると綺麗に生地ができると思います。はい、でこれしっかり混ぜるんですけど、今回強力粉にしてます。強力粉で水分にこうやって触れてしっかり混ぜてあげることによってもちもちの生地になりますので、かなりこうしっかりめに混ぜてください。で薄力粉だったら強力粉みたいにもちもちにはならないんですけど、もちもちにする段階があって、今回は強力粉でここでしっかり練ります。こんな感じ、ほらちょっととろっとボテーっとしてきた感じで、この生地をしっかり寝かせて休ませることによってさらにもちもちになるんですけど、もちもちの作り方はここでまずしっかり練って休ませること。今日は休ませないで焼いていっちゃいます。それは休ませるとちょっともちもちしすぎちゃうので、今日はここでこうやって練った状態で作っていきます。はい、そしたらここにですね、牛乳一気に入れちゃいます。でこの牛乳もじゃあ水じゃダメなのかっていうと、水だとちょっと味気なくなっちゃうのでこの牛乳にしてます。で生クリームじゃダメなのっていうと、生クリームにすると多分よりねもちもちな感じにできちゃうと思います。ちょっとね乳脂肪分が多すぎてうまくきれいに広がっていかない生地になっちゃうと思うので、今回は牛乳にしてます。はい、こんな感じですね。豆乳とかでも大丈夫ですよ。液体を入れてくれれば。でバターなんですけど、これはラップしてレンジでチンして溶かしバターにして加えていきます。はい、これ溶けたバターなんですけど一気に入れちゃいます。これバター入れてるのはしっとりさを与えたいから入れてるんですけど、なのでこの油分がサラダ油でもごま油でもオリーブオイルでも全然大丈夫です。しっとりさせたいので、焦がしバターとか、あと発酵バターに変えたりしても美味しくなると思うので、そこは好みでやってください。生地はもうこれで完成です。で今日はもう休ませずにこの後すぐ焼いていきますので、この後ちょっと焼いていっちゃいます。はい、これ強力粉でしっかり練って、こっち今作ったものですね。でこれ参考までに一晩寝かせたもので用意したんですけど、こっちこれねあんまりわからないんだけど、こっち結構サラサラしてるんですよ。なので焼くと歯切れのいい生地ができます。同じレシピでも。でかたやこっちはちょっとねとろみがついてるんですよ。分かりづらいんですけど、これ持ってやると分かるんです。でこっちで焼くとよりもっちりして食感も結構もちもちになります。手で触った感じも違いますし、口に入れた食感も変わってきます。それは水と粉がしっかり混ざってるからなんですよね。一応これ今日焼いていきたいと思いますので、また後で違いを見せます。はい、ちょっと焼いていきます。これまず火つけて、中火ぐらいでいいと思います。でこれバターですね。バター適当薄く塗って、でこれが焼いた時の裏側の模様になるので、適当で大丈夫です。でサラダ油でもいいですしオリーブオイルでもいいです。僕はバターの方が一番美味しくできると思ってるんでバターを使っていきます。で生地はちょっとこう混ぜてあげて、で今これかなり熱くなってきてる状態なんですけど、バターがねちょっとプチプチしてきます。
これちょっと今焼いてると表面がこう、ボコボコしてきてる模様が出てきたら、これ結構焼けていて、生地を持ってひっくり返します。で今裏面は、これ3秒、5秒ぐらいですかね。これでもう OK です。で、今これ結構2回目焼くときってフライパンが熱くなってるんですよ。これもつけっぱなしですし。そしたら、濡れ布巾で必ず、これジューって言うんで温度を下げます。今5秒ぐらいですね。必ずこれ濡れ布巾にしてくださいね。それでもう一回乗せて、よく混ぜて、今回はお玉1杯分で大丈夫そうです。こうやって回してあげて、回すとこう綺麗に周りの縁ができるので回してください。これ今半分焼いてるんですけど、片面僕ねさっきバター塗り忘れたんで、この茶色い模様があんまり入らないんですよ。なので必ずこれで温度を下げてバターを塗ってまばらでいいです。のせてこの模様が綺麗に焼き色として入るんで生地を混ぜて1杯ですね。で広げます。でこれもうフライパンのサイズにしか絶対ならないので、お持ちのフライパン選んでもらって焼いてください。で今日はこれお玉1杯なんですけど、フライパンのサイズによっては入ってくる量が違うので、その厚みを増やせばもっとよりもちもちになりますし、薄くやれば結構カリッとしたクレープも焼けます。これ今レードル1杯、これお玉1杯で広げてるんですけど、小麦粉を強力粉にしましたよね。で半分薄力粉と半分強力粉にするともちもち加減が変わってきます。で粉の種類によってももちもち加減で全然変わるので、そこ結構注意です。あとは冷蔵庫で休ませたらもちもちになるってさっきお話ししたんですけど、その部分も全然変わってくるので、食感は粉と休ませるか休ませないかで自分で好きな好みも見つけてください。これ今焼いたやつなんですけど、これぐらい結構引っ張ってもこのぐらいのもっちり感です。はい、これ一晩寝かしたやつなんですけど、見てください。これねかなりもちもちしてて、切ってみるとほら引っ張っても引っ張ってるんですけど、かなり生地のもちもち感が強いです。なので一晩寝かして焼くとこうやってもっちりするっていうのは覚えておいてください。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。これバター乗せてます。すごいシンプルですよ。でも十分美味しいと思う。生地が美味しいから。うまいこれ。もちもち。これ多分食べても美味しいし、あったかくても全然美味しいと思います。さあこれポイントのおさらいですね。今日レシピが全部強力粉だったと思うんですけど、もしどうしても薄力粉でもちもちに作りたい場合は皆さんすぐ焼くんじゃなくて一晩寝かしてください。動画内でもいろいろ説明してると思うんですけど、それをコントロールすることによって好きな生地が作れますので、ぜひ皆さん作れるようになってください。あとですね、1個焼く温度、もし冷蔵庫で寝かして冷たい状態でバッて焼くのと常温に出して焼くのだと焼き上がり全然違ってくるので、そこもご自宅でやってみてください。今日は最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。